はい、皆さんこんにちは、高谷です。本日は2024年7月4日です。今回は HKT 法廷度劇場で開催されるチーム K 法ここにだって天使を得る公演を見に行きます。早いもので7月に入り、今年も半分が終わりました。今月から下半期です。6月後半の約2週間は毎日雨が降っていましたが、梅雨の時期も終わり、本格的に夏の時期がやってきました。今月は特別なイベントが数多くあります。13日はパジャマドライブ公演千秋楽、14日は恋愛禁止条例リバイバル公演、17日は逆上がり公演初日、21日は山下エミリーちゃんの卒業公演、また生誕祭は5公演もあります。さらに劇場公演だけではなく、ハイタッチ会や歌唱力ナンバーワン決定戦、映画あなたが眠りにつく前にのイベント上映会もあります。7月はかなり忙しい月になりそうです。ちなみに僕はパジャマドライブ公演の千秋楽と逆上がり公演の初日に当選しました。またマリンメッセ福岡で開催されるハイタッチ会にも参加予定です。いつも通り動画投稿するのでご視聴よろしくお願いします。それでは前置きはこのぐらいにして、本日のチーム K 法ここになって天使を得る公演の出演メンバーを紹介します。伊沢美優ちゃん、伊原杏奈ちゃん、今村マリアちゃん、江口ココハちゃん、栗山里奈ちゃん、坂本エレナちゃん、竹本くるみちゃん、立花心ちゃん、田中伊織ちゃん、地藤絵ねねちゃん、福井カレンちゃん、松岡花ちゃん、森崎さえちゃん、山下エミリーちゃん、石松優奈ちゃん、安井ひなちゃんの16人です。先日1日に坂本エレナちゃんがアシスタント MC を務めるラジオ番組桶狭間って何ですか、ラジオ版が坂本エレナの桶狭間って何ですかのタイトル名にリニューアルされました。エレナにとって初めての冠番組です。グループ名ではなくメンバーの名前が番組名についた冠番組を持っていたメンバーは歴代の HKT48 メンバーの中でもほとんどいません。また2日に放送されたテレビ番組 TBS ザ・神業チャレンジ画面隠し太鼓の達人に出演しました。結果は第3回目の出演でしたが、残念ながらファーストステージ敗退でした。山下エミリーちゃんは21日の卒業公演をもって HKT48 と卒業します。卒業公演を除けば残りの公演はチーム公演と恋愛禁止条例リバイバル公演合わせて4公演です。5月15日に卒業発表してあっという間の2ヶ月間でした。この件に関しては別の動画で詳しく語っています。この動画が見終わった後にご覧ください。動画下の概要欄にリンクを貼っておきます。また本日の公演で劇場公演出演回数700回を達成します。卒業直前に一つの大記録を残しました。ちなみに立花心ちゃんは劇場公演出演回数100回を達成します。福井カレンちゃんは HKT48 の中で唯一2022年5月のお披露目から今まで開催されたことのある劇場公演の演目全てに出演しています。リセット公演、目撃者公演、制服の目公演、ここにだって天使を得る公演、恋愛禁止条例公演、パジャマドライブ公演、希望のつぼみ公演、リットチャーミーティング公演です。またパジャマドライブ公演のユニットは16ポジション全てに出演しています。先日ハウステンボスで開催されたライブでは曲中の煽りを任されるなど劇場公演を中心にこれからの活躍が期待できるメンバーの一人です。石松ゆなちゃんと安井ひなちゃんは6月23日に東京ビッグサイトで開催されたハイタッチ会で昇格発表があり、研究生から正規メンバーへの昇格が決まりました。2022年5月7日のお披露目から約2年と1ヶ月、同期で最も早く昇格した最上奈々香ちゃんと比較して約1年8ヶ月遅れましたが、念願の昇格を果たしました。チーム所属日は昇格発表日のちょうど1ヶ月後の7月23日です。石松ゆなちゃんはチーム H、 安井ひなちゃんはチーム K 法に昇格します。現時点では研究生なので本日の公演のユニット曲には出られませんが、全体曲のパフォーマンスや MC で何を話すのか非常に楽しみです。それでは劇場近くまで来ました。 HKT48 劇場が入っているイーゾ福岡の裏側ペイペイドーム沿いにチャリポートがあります。今年の3月に新設されたばかりなので知らない人は多いと思います。僕はマークイズ福岡ももちのチャリポートにチャリがない時によく使っています。東神町駅や西陣駅への移動に便利です。 HKT48 劇場に到着しました。劇場前はいつもと変わりはありません。この壁写真は近いうちに新しい壁写真に変わります。おそらく石松ゆなちゃんと安井ひなちゃんが昇格するタイミングで公式サイトのプロフィール写真とともに新しい壁写真に変わると思います。早ければこの動画が投稿された頃には変わっているかもしれません。それでは時間なので劇場内に入り公演を楽しんできます。
公演が終了しました。本日は7月に入り、初めての劇場公演でした。七夕が近いこともあり、ロビー内に入るとメンバーの叶えたい願いが書かれた短冊が展示されていました。同時に梅雨の時期が終わり、本格的に夏の時期が始まりました。気温は連日30度を超え、湿度も高く、日中はもちろん公演終了後の夜の時間帯でもかなり蒸し暑かったです。外よりも劇場内の方が快適だと感じてしまうほどでした。それでは眉毛はこのぐらいにして、まずはじめに本日の公演の感想について話したいと思います。その後は今回の公演は二次募集で応募をしたのですが、座席番号は何番だったのか、どれくらい後ろの席だったのかについて話をします。一般的に一次募集、二次募集、当日券になるにつれ後ろの席になります。二次募集で前方席に座れるかなど興味のある方はいると思うので参考にしてください。最後は7期生の研究生公演について話をします。あまりにも早すぎる研究生公演開催の発表に驚き、興味を持った人は多いと思います。以上の3つについてこれから話をしていきます。それでははじめに本日の公演の感想について話をします。今回の公演は MC が非常に面白かったです。自己紹介 MC のお題は今日は7月4日梨の日ということで、梨にしたいことでした。今村まりあちゃんの昔公演中やテレビ番組でやっていた男の子のモノマネ、竹本くるみちゃんの指原莉乃さんと同じ猿年であることを言えずにコンサート中の MC で泣いた猿年事件、安井ひなちゃんの学校の期末テストで最高得点が18点だったこと、山下エミリーちゃんの衣装のジャケットを着るのを忘れた事件など、多くのなしにしたいエピソードを聞くことができました。詳しくは DMM をご覧ください。また本日の公演で山下エミリーちゃんが公演出演回数700回、立花心ちゃんが100回を達成しました。エミリーは卒業前に一つの大記録を残しました。立花心ちゃんは2022年12月28日のリセット公演で公演デビューし、約1年と7ヶ月で100回公演に出演することができました。最近は竹本くるみちゃんと石橋いぶきちゃんと共に日本食品株式会社博多の香り25周年キャンペーンテレビ CM に出演するなど、公演以外の活躍の場が広がっています。グループに加入して3年目の若手メンバーであり、年齢もまだ15歳なのでこれからのメンバーだと思います。今後も劇場公演を中心に活躍し、表題曲の選抜メンバーを目指して頑張ってほしいと思います。伊原杏奈ちゃんはユニット曲のおニューの上履きを初披露しました。一つ前のユニット曲である何度も狙いに出ていなかったのでまさかとは思いましたが、現場で直接見れてよかったです。衣装がとてもよく似合っていました。これで出演できるユニット曲が増え、公演を見に行く楽しみも一つ増えました。栗山里奈ちゃんはクロス FM アップアップに生出演後の公演でした。いつも通り公演 MC は面白く、また栗奈ちゃんが考案しているかは分かりませんが、先日から始まったユニット明け MC の企画はよく考えられているなと思いました。石松ゆいなちゃんと安井ひなちゃんは年少メンバーとしてファンとメンバーに癒しと活気を与えてくれました。石松ゆいなちゃんは昇格発表後初めての劇場公演でした。チーム H に昇格するので今後警報公演に出演する機会は少なくなります。そして今回の公演が昇格前に出演する最後の警報公演でした。昇格後もチーム H の一員、そして6期生の最年少メンバーとしてメンバーやファンに癒しを与えてくれると思います。2つ目は二次募集で応募した時の座席番号についてです。今回の僕の座席番号は214番でした。候補席の上手側、花道の目の前の席です。気になる二次募集で応募して前方席に座れるかですが、結論から言えばほぼ不可能だと思います。理由は二次募集で応募した人が一次募集で応募した人よりも前の席に座れる可能性はないからです。僕の経験、そして他のファンの人の話を聞く限りでは167番より前の席になることはまずなさそうです。しかし二次募集で応募すると毎回両隣の席が空いていることがほとんどです。窮屈な感じが嫌いな人はあえて二次募集で応募するのも悪くないかもしれません。ここからは完全に僕の予想ですが、まず一次募集で応募した人で前の席が全て埋まり、二次募集で応募した人は一席ずつ間隔を空け座席が決まると思われます。例えば一次募集で166番まで埋まった時は167番、169番、171番、173番の順に席が埋まっていきます。その後中央ブロックの一つずつ空いていた席が埋まり、両隣の席が埋まっていく傾向があります。実際に DMM の定点映像で映り込む席は後方席でも全席埋まっていることがほとんどです。公式発表ではないので真偽は不明ですが、二次募集で応募する時の一つの参考にしてください。
今回の僕の座席は花道の目の前だったので、ある意味最高の席でした。最後は7期生の研究生公演についてです。先月の6月23日に東京ビッグサイトで開催されたハイタッチ会で7期研究生の研究生公演開催の発表がありました。公式サイトによると初日公演は8月11日で、公演演目は当日幕が上がるまでのお楽しみとのことです。この発表を聞いた時の僕のファーストインプレッションは予想よりもかなり早かったなと思いました。7期生は16人いるので、研究生公演自体はいずれ行うだろうと予想していましたが、これほど早いとは思いませんでした。5月9日にお披露目されたので、約3ヶ月で研究生公演が始まることになります。ちなみに6期生はお披露目から1年と6ヶ月、5期生は4ヶ月かかっています。また公演デビューもチーム公演またはひまわり組の逆上がり公演のどちらかだと予想していましたが、どうやら違うみたいです。発表から初日公演までの期間が2ヶ月もないことから、おそらく8月11日の研究生公演が7期生全員の公演デビュー日になりそうです。演目は当日幕が上がるまで分かりません。予想できる候補として HKT48 の1期生が行った公演で、グループの原点でもある手をつなぎながら公演が挙げられます。 HKT48 の原点であり、ファンからの評価も高い演目です。しかし現在この演目は SKE48 が実施しているので、可能性はあまりないと思います。パーティーが始まるよ公演も現在 NGT48 が実施しています。他にも脳内パラダイス公演は研究生公演として過去に2回実施されていました。もともと AKB48 チーム K の公演でダンス曲が多いので、ダンスパフォーマンスに自信がある7期生に合った演目だと思います。いずれにせよ当日幕が上がるまでは分かりません。その時まで気楽に楽しみながら待ちたいと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。